今日の試合をする前に一つだけなっちゃんと約束していたことがありました。それは最後まで諦めずに戦うということでした。スターダムの選手はここにいるセコンドのみんなもそうですけど、みんな諦めない心を持っていると思います。そのスターダムの遺伝子を自分もこれからも持ち続けて、まだまだ1年弱のへっぽこかもしれませんが、このベルトを守り続けていきたいと思います。前回のあらすじ。大学卒業前、一人の少女が生まれて初めて見る女子プロレスに感動し、内定していた就職も断って、プロレスラーになる道を選ぶ。その道は苦難の連続だった。彼女は何度もくじけそうになりながらも、努力を積み重ね、少しずつ強くなっていった。海賊王女、カイリセイン。彼女の人生を知れば、きっとあなたの心に勇気を灯してくれるだろう。カイリセインの解説、2回目ですね。前回はスターダムから WWE に移籍するところで終わったんですよね。プロテストで落ちかけるほど弱かったカイリが、だんだん強く頼もしくなっていくストーリーは、プロレス知らない俺にも面白かったぜ。今回は2017年、北条カイリが渡米して、カイリセインと名前を変えるところから始める。前回の続きになります。未視聴の方は、ぜひ前回の動画からご覧になってください。確か、アメリカには強いレスラーがわんさかいるって言ってたよな。アメリカのプロレスはショービジネスの側面が強い。昔は女子選手はディーバと呼ばれ、
単なるお色気担当だったりした時代もあったんだけど、2015年から2016年にかけて、WWE に女子革命が巻き起こる。サーシャ、ベイリー、シャーロット、ベッキーの4ホースウィメンが中心となって、男子と遜色ないプロレスを展開していくんだ。ペイジとかアスカもすごかったです。この時代は女子選手全員が奮闘していました。女子革命が起きたことによって、WWE はちゃんとしたプロレスができる女子選手を大量に欲していたんだ。それで中村が帰りに声をかけたんだな。アメリカに渡った帰りを待っていたのは、WWE 版の天下一武道会みたいなものだった。その名も、メイヤングクラシック。世界中から32人もの女子選手を集めて行われた前代未聞な大会だったんだよ。画像はキャンディス・レライですね。現在とは髪の色が違いますけれど。スターダムにも参戦していた、スコットランド出身のパイパー、ニュージーランド出身のダコタ、オーストラリア出身のトニー・ストーム。マジで世界各地から優秀な女子レスラーを招集したんだな。後に頭角を現す、リア・リプリーや、ビアンカ・ベレアも、この時はまだまだ若く、無名に近い存在だった。リアなんかほとんど別人です。マミーとして君臨する今の姿からは、かけ離れています。他にも、アルバファや、サラ・ローガン、ミチン、レイシー・エヴァンス、ライアリー、など、この大会で爪痕を残した選手は WWE に登用されたんだ。選手の発掘も兼ねていたんだな。日本からはカイリセインが参加。海賊の帽子かぶってますね。日本の海賊が参加しているということで、世界中の女子プロレスファンから注目されたんだ。カイリはデビュー戦から海賊だったもんな。アメリカでも海賊キャラで行くんだな。カイリの1回戦の相手は、テッサ・ブランチャード。タリー・ブランチャードの娘。彼は日本ではあまり知られていないけど、アメリカでは有名なレスラーだね。WWE 殿堂入りしているブランチャードの娘ですか。1回戦から強敵ですね。カイリはチビなので体格的にどうしても不利なんだ。アメリカではそれが顕著になる。どうしても力負けしてしまうんだな。自分よりでかい相手と喧嘩するのは勇気がいるんだぜ。しかしカイリは、回転式ネックブリーカーや、スピアーを駆使して試合のペースを握っていく。デビュー戦から大事に使っている技たちですね。カイリのデビューは2012年。メイヤングクラシックは2017年なので、この時のカイリはキャリア5年になっている。最初は落ちこぼれだったカイリも、日本で人気選手になるくらい成長したんだよな。アメリカでも頑張ってほしいぜ。フィニッシュはやはりこの技、ダイビングエルボードロップ。アメリカでは、インセインエルボーと呼ばれている。両足を上に向ける独特のフォームが美しいですね。世界一のエルボードロップとも言われています。必殺のインセインエルボーで勝利。1回戦から激闘だった。この試合でカイリの魅力を初めて知ったアメリカのプロレスファンも多かったんだ。2回戦の相手は、ビアンカ・ベレア。強そうだな。後年、WWE 女子世界王座取るほどですからね。最上級の選手ですよ。ビアンカといえば、ヘアウィップ。長い髪をムチにして攻撃する。450スプラッシュとかハイフライヤーとしても超一流。色物っぽいんですけど、筋力、跳躍力、スピード、すべてにおいて最上級。それがビアンカです。でも、この時のビアンカはまだ若かった。カイリはカットラスや、小橋さながらのマシンガンチョップで猛反撃。カットラスはローリング式の裏剣ですね。アジャコングの必殺技としても有名です。レッツゴー、カイリレッツゴー、カイリ。素晴らしい試合に、アメリカの観客も大興奮。カイリの全力ファイトはアメリカでも受けたんだ。最後はやはりこの技、インセインエルボー。いつ見ても芸術的な技だ。世界中でカイリだけですよ。こんな飛び方するのは、テクニックもそうだけど、魂がこもっている。俺にはそれが見えるぜ。3回戦の相手は、ダコタカイ。スターダムにも参戦していましたね。後にカイリとダメージコントロールで仲間になります。ダコタは日本のプロレスが好きで、特に大谷慎次郎の影響を受けている。顔面ウォッシュといえば、今やダコタですよね。そんなダコタとの相性は抜群。好勝負になり、最後はやはりインセインエルボーでカイリが勝つよ。3回戦突破次の相手は誰だ？トニー・ストーム。オーストラリア出身で、ヨーロッパ、アメリカ、日本でも大活躍した実力派。スターダムでも大活躍していました。特に白井オ対トニー・ストームは名勝負でした。2024年現在、彼女は AEW で女子王座を保持しています。若きレジェンドと言ってもいい実績を積み上げていますね。そんなにすごい選手なのか。トニーはテクニシャンだ。変形の腕折りにカイリは苦しめられる。すげえ痛そうだぜ。カイリも怒りでやり返す。いいや、怒りになってないんだけど。
ブリッジできてませんね。それほどダメージが深刻だってことでしょう。カイリ・セイン対トニー・ストームなんて、今や実現不可能なドリームマッチですよ。最後はやはりこれ。インセインエルボーでカイリの勝利。名勝負だらけだなこの大会は。32名が競い合ったトーナメントもいよいよ決勝戦。海賊王女カイリ・セインの相手は、スペードの女王シェイナ・ベイズラー。こりゃまた強そうなレスラーだぜ。日本でも有名な格闘家、ジョシュ・バーネットの弟子ですよ。彼女の強さは本物です。女子では珍しい、格闘技色の強いプロレスラーですね。海賊のコスプレしているカイリもかっこいいぜ。カイリとシェイナは見るからに正反対なプロレスラーなんだ。でも、だからこそ、ぶつかり合った時のインパクトはとてつもない。カイリ最大のライバルと言っても過言ではありません。シェイナは、シェイナの必殺技は、切り札クラッチ。要は同時メスリーパーなんだけど、格闘技を極めたシェイナがやるとものすごい威力になるんだ。切り札？日本語みたいだな。日本語の切り札が語源です。シェイナも過去にスターダムに参戦していて、イオの持つ赤いベルトに挑戦した過去があるんですよ。メイヤングクラシックは、ベイリーやシャーロットやベッキーなど、WWE 一軍のスーパースターも生観戦していたんだ。一番左はアスカですね。その隣はリリアン・ガルシアかな？マリンスパイク強烈。スライディング D、決まった。必殺のインセインエルボーが決まって、カイリ勝利メイヤングクラシック優勝だ。素晴らしい試合にスーパースターたちも大興奮。すんげー盛り上がっているな。優勝したカイリには、大会最高責任者のトリプル H から花束が進呈された。トリプル H の妻であるステファニー・マクマホンもカイリを祝福していたね。この大会は大成功だな。観客も喜んでいるぜ。このメンツの中に入ると、カイリの身長の低さがよくわかりますね。女性陣と比べても一目瞭然です。カイリはチビだけど根性があるんだ。カイリはフロリダに住居を借りる。アメリカでの一人暮らしが始まるんだ。フロリダには WWE のパフォーマンスセンターがあるんだ。ここで NXT の選手たちが練習している。NXT？ NXT は WWE の下部団体です。大雑把に言うと、ローとスマックダウンが1軍で、NXT が2軍に相当します。WWE に入ると、幾人かの例外を除いて、まず NXT で経験を積む。NXT は興行も行うが世界一のプロレスの大学でもあるんだ。リングがたくさんあるぜ。初級クラスの1日を見てみよう。カイリも初めは初級クラスからスタートしたんだ。朝7時半から、基本練習2時間。腕立て伏せ、ロックアップ、逆立ち、ロープワークなど。一つのフロアにリングが7個もあるって、すごい珍しい光景ですね。NXT だけで100人以上のレスラーが在籍しているからね。基本練習が終わったらトレーニングルームに移動する。マシンを使ってのウェイトトレーニングをするんだ。日本でもジムとか通う人いる。プロレスラーは毎日鍛えているんだな。お昼休憩の後、カイリの場合は、英会話を2時間勉強する。母国語が英語以外な選手には嬉しいですね。そもそも日常生活でも英語は必要ですし。カイリ、英語下手だったもんな。午後4時から、マイクパフォーマンスの練習。アドリブで喋ってその場を盛り上げるんだ。例としてバナナについて1分間熱く語るとか。なんだそれ？プロレスでなくてお笑い芸人の特訓みたいだぜ。日本のプロレス団体ではやらないトレーニングですね。でも、北斗晶とかラッシャー木村とかマイクの上手い選手は日本でも人気がありましたよ。マイクが上手い選手はアメリカでも人気あるよ。CM パンクとか、ロックとか、もうマイクだけで会場を超盛り上げちゃうくらいだもの。だから WWE ではマイクが試合と同様に重要視されていて、新人の時間割に組み込まれているんだね。ストーリー要素が強いアメリカンプロレスの面白さなんですよね。試合する前に何週間にもわたってマイク合戦があったりして、戦う理由が明確だから感情移入しやすいんです。さて、NXT 入りしたカイリだが、いきなりスランプに陥る。お前は強いんだろ？一撃で相手を倒して、強さを見せなさい。コーチからそう言われても、カイリにはできない。スカッシュマッチといって、実力差があると、アメリカでは行われる一方的に叩き潰す試合ができない。日本でも基本的にやられて逆転する試合が多かったですもんね。カイリは体格的に小さいから、スカッシュマッチ向いてないですね。アメリカのショッピングサイトでグッチのバッグが売られていたのを見たカイリは、円換算で15万円くらいだったので、サイトの指示通り購入代金を、
振り込んだら、いくら待っても商品が届かない。そのショッピングサイト自体が詐欺だったんだ。インターネットを使った詐欺はアメリカにもあるんだな。引っかからないよう気をつけないとダメだぜ。カイリは英語そんなに得意ではないですしね。異国で慣れていないから騙されちゃったんでしょうね。考慮を終えて、夜中に車を運転してたら、タイヤがパンク。こういう時に電話するところに電話しても、なんて言えばいいのかわからない。ああ、日常会話はなんとかこなせても、緊急時の単語とかまでは頭にインプットされていないんですね。当然、日本語でパンクって言っても通じない。結局、帰りは徐行運転でガソリンスタンドまで行き、タイヤに空気を入れて、また徐行運転でガソリンスタンドまで行き、タイヤに空気を入れて、を繰り返して、家に着いた時は朝になっていたそうだよ。それはしんどいな。私は呪われている。一時期の帰りは鬱になりかけて、仏像を買いに行くほどメンタルにダメージを受けていたという。それは相当あれだな。ホームシックとかもあったんじゃないでしょうか。日本とアメリカの文化の差もありますからね。帰りはくじけそうになりながらも、持ち前の諦めない心で、なんとかアメリカに踏みとどまる。日本に帰国すればトップ選手だもんな。アメリカで下っ端からやり直すより、そっちの方が楽だよな。帰りは孤独に打ち勝つため、二つの決まり事を自分に課す。まず一つ目に自分のプロレスをしっかり見せること。そして二つ目にユーモア。拙い英語でもジェスチャーとかで相手の笑顔を引き出すように努力すること。プロレススキルは日本トップクラスですから、逆転スタイルだろうと胸を張って戦うだけですよね。帰りはスターダムで選手会長もやってたんだ。言葉の壁はあれど、コミュニケーション能力は高いはずだぜ。帰りは NXT でアメリカのプロレスを一から学んでいく。変な英語だけど面白いやつ。そう、帰りは NXT の仲間たちに受け入れられていくんだ。くじけそうになってもへこたれない。これこそ帰りだぜ。帰りは強運の持ち主でもある。2軍で地道に勉強と試合を重ねていた帰りに、突然、連絡が入るんだ。帰り、フィラデルフィアまで来れるか？ 2018年1月の特番、ロイヤルランブル。簡単に言うと、時間差で入場する、30人が一斉に戦うバトルロイヤル。WWE を象徴する年に一度のお祭り。誰が出るか？次は誰かな？って、めっちゃ盛り上がるんですよね、ロイヤルランブル。日本ではこういう試合形式ってあんまりやらないんですけど。噂ではこの年のロイヤルランブルに登場するのは、アリシア・フォックスのはずだったんだ。直前でアリシアが怪我したんで、急遽代役が必要になった。それでメイヤングクラシック優勝者である帰りに白羽の矢が立ったってわけ。本来は出る予定でない大会に出場したのか。こんなの運としか言いようがないよな。帰りは女子ロイヤルランブルの6番目にサプライズで入場。2軍の試合を見ていない多くの WWE ファンは、ここで初めて帰りを見たんだよ。海賊キャラは独特ですからね。アニメみたいでかっこいいです。ロイヤルランブルで帰りのスライディング D を受けたレジェンドのリタは、インタビューでこう語っているよ。体重90ポンドくらいの日本の海賊が、いきなり私に襲いかかってきた。あれは私が今まで受けたことのない強烈すぎる一撃だったわ。レフリーのチャールズ・ロビンソンから、大丈夫かと聞かれたわ。一体何なのって私は答えたもの。リタはディーバ時代のレスラーですからね。日本風の硬い打撃なんて食らったことないはずですよ。帰りはその後もインセインエルボーを連発して大暴れ。途中で脱落するんだけど、WWE 一軍の特番で確実に爪痕を残したんだ。野球に例えると、メジャーリーグに初登場してツーベースヒットを打ったみたいなもんだな。帰りは NXT で調整を繰り返す。硬い打撃は日本では当たり前だけど、アメリカでは相手に嫌われかねないからね。言葉の壁もありますしね。日本人が英語をマスターするのには相当な時間がかかります。そんな帰りに、また一軍からお呼びがかかる。今度は年間最大の特番レッスルマニアのキックオフショーの女子バトルロイヤルに出てくれって。キックオフは第0試合みたいな立ち位置ですよね。それにしてもレッスルマニアに出られるだけでもすごいことですよ。世界一のプロレスイベントです。この年のレッスルマニアは観客動員数7万8113人。プロレスが1日で動員できる観客数の上限に近い。世界中のファンがレッスルマニアに集結するんだ。スターダムの頃はどれくらいのお客さんが見に来ていたんだ？新木場で280人、後楽園で1000人くらい。帰りがいた頃はビッグマッチもほとんどなくて、地方興行でも大抵300人くらい。WWE がどれだけ桁違いかわかるな。帰りがいた頃の日本は、女子プロ暗黒時代だったんですよ。現在はビッグマッチも定期的に開催していますし、多少改善されています。レッスルマニアの女子バトルロイヤルでも帰りは途中で脱落する。そもそも2軍の選手が参加できただけでもすごいことですよ。
NXT ではライバルのシェイナがいち早く頭角を現して女子王者になる。カイリはレイシーと構想したりして、アメリカで経験を積んでいく。シェイナって格闘家っぽくて、本当に強い感じだもんな。メイヤングクラシックから約1年。時は来た。アメリカで一からキャリアを積み直したカイリが、王者シェイナに挑戦するんだ。2018年8月、NXT テイクオーバー、ブルックリン。この試合をカイリのベストバウトだと称賛する声も多い。NXT の特番です。ここで活躍すれば一軍への道が開ける。大舞台ですよ。試合中盤、カイリはシェイナの執拗な足攻めに苦しめられる。足が痛いとジャンプしたり走ったりがスムーズに行えなくなるからな。非常だが効果的な作戦だぜ。カイリは痛みをこらえて反撃開始。スライディング D 回転式ネックブリーカースピア日本時代から愛用している技ですね。アメリカ行ってファイトスタイルやキャラを変える選手いますけど、カイリは変わっていません。インセインエルボー。これさえ決まればカイリの勝ちだぜ。決まったしかし、王者シェイナは意地でカウント2で左肩を上げる。信じられないっていう顔してますね。カイリのこういう表情は珍しいです。怒り。切り札クラッチシェイナの必殺技です。やばい。カイリは必死になって手をロープに伸ばす。ロープブレイクでなんとか逃れた。サイド、インセインエルボーシェイナが両足を上に向けて迎撃カイリは撃ち落とされる。クソ手の内が読まれているぜ。再び、切り札クラッチ。1年前のメイヤングクラシックよりも進化していますね。2人とも勝利への執念がすごいです。シェイナが上向きに寝そべって必勝体勢になったところを、カイリがくるっと好転して、変形の抑え込みへ。ワン、ツー、スリー奇跡の大逆転勝利に、会場は大興奮。うおー、カイリが勝った宿敵シェイナに勝った。この瞬間、カイリは NXT の女子チャンピオンになったんだ。嬉しそうにベルトを掲げるカイリ。スターダムでもチャンピオンになってましたけど、アメリカでもチャンピオンになれたわけですね。文化の違いから鬱になりかけていた時期もあった。考えもひとしおでしょう。海賊といえば、宝箱。カイリといえばこれ。ドラクエとかに出てきそうな、まさしく宝箱だな。その中には、なんと、NXT の女子チャンピオンベルトが入っているんだ。カイリにとってベルトは宝物なんですね。カイリが大切にしている宝箱を、存在に床に叩き捨てる人間がいた。そう、スペードの女王シェイナ・ベイズラーだ。リマッチ。シェイナ、エボリューションで戦いましょう。何回でも倒してやる。エボリューション。WWE の長い歴史の中で唯一、女子のみで行われた特番だね。この得意点に NXT 女子王者だったカイリは超強運の持ち主だと言っていい。2018年10月、エボリューション刊行。全部で8試合だったから、そのうちの一つでシングルできたのがすごい。ローやスマックダウンの人気選手すら、第2試合のバトルロイヤルにまとめられちゃって、不満タラタラでしたしね。エボリューションは賛否ある大会で、工業的には失敗とされています。事実として、その後、女子のみの大会は行われていません。試合序盤、カイリはシェイナの腕攻めに苦しめられることになる。前回は足攻めだったのに、今回は腕かシェイナは関節技の達人だぜ。カイリも怒りや回転式ネックブリーカーで反撃。ピンクのコスチュームも似合っていますね、カイリ。コーナーに登って、宙吊りアームロック上のシェイナは雪辱に燃えている。なんつうパワーだよ。こんな技見たことないですよ。カイリは体重軽いって言っても、人間一人が宙吊り状態ですからインパクトすごいです。カイリもやられっぱなしではない。場外へのブランチャー。うおー、かっこいい。NXT イコール観客も素晴らしい試合に大興奮です。だが場外戦から流れが変わる。シェイナの仲間、ジェサミンやマリーナが試合に介入するんだ。なんて悪い奴らだこれじゃ実質、1対3じゃないか。多勢に無勢。カイリはシェイナの切り札クラッチに捉えられてしまう。がっちり入っています。危険ですよ早くギブアップしないと。カイリは意地でもギブアップしないものの、このまま気絶させられてしまう。レフリーストップでこの試合はシェイナの勝利となる。くそ、1対1なら絶対カイリの勝ちだったぜ。チャンピオンベルトは、再びシェイナの元に。負けはしたものの、カイリはエボリューションで強い存在感を示したんだ。カイリとシェイナの構想は今後も続き、NXT の名勝負数え歌と化していくんだ。最高のライバルに NXT で出会えたって感じなんですよね。この時期のカイリは手足口病にかかったりしている。なんだその奇妙な名前の病は？その名前の通り、手、足、口に発疹が出て、高熱に悩まされる病気なんだ。ただ、主に子供がかかる病気で、大人がかかることは稀なんだけども。
カイリはチビだから、ウイルスも子供だと勘違いして入っちゃったのかもな。そんなわけないでしょ。大人でも稀にかかる病気なんだから、確率の問題ですよ。冗談だよ。カイリは大活躍が認められて、2018年の NXT 年間最優秀スーパースターと、NXT 年間最優秀女子スーパースターをダブルで受賞。信じられない。とても光栄です。感謝してもしきれないし、受賞したことを決して忘れません。女子だけでもすごいのに、男子をしのけて2018年の NXT で一番目立っていたってことですからね。すごいですよ。この頃にはスターダムの盟友だったイオも NXT に入っていて、NXT フューチャースターを受賞している。こっちはまあ新人賞みたいな感じだけど。親友のイオもアメリカに来たのか。これは心強いぜ。2019年1月の特番ロイヤルランブルにもカイリは出場。昨年は誰みたいな反応だったんだけど、この年は入場から大声援が上がった。望遠鏡持っている。海賊には遠くを見る望遠鏡は必需品なんだな。カイリは、一軍の女王シャーロットと激しいエルボー合戦、チョップ合戦を行ったんだ。随分綺麗な人だな。強いのか？シャーロット・フレア、リック・フレアの娘ですよ。最強の一角です。2軍でも1軍でも女子王座のベルトを取っています。カイリはサラ・ローガンにインセインエルボーを炸裂させる。途中で脱落するんだけど、この年も見せ場を作って強烈にアピールしていたね。エボリューションでの試合が、カイリの認知度アップに繋がったと思いますね。負けたけど決して無駄ではなかったと。この独特のフォームがいいよな。見る者を魅了するダイビングエルボードロップだぜ。この時期にカイリはトレーニング中に倒れている。何があったんだ？急性アナフィラキシーショックで、カイリは救急搬送されたんだ。カイリは危険な状態にあった。ただ、親友のイオが救急車に同乗して病院にもついてきてくれたんだ。イオはカイリの手を握って励まし続けたという。カイリって体格的にもそんなに恵まれていないし、結構、病気もしているんですよね。親友の励ましもあって、カイリは意識を取り戻す。しかし、初動の処置が遅れていたら命を落としていたかもしれない。危ないところだったんだ。イオがいなかったら心細かったと思うぜ。渡米直後は孤独でうつ病になりかけてたくらいだからな。イオがすでにアメリカに来ていた時期で助かった。そういう意味で、カイリは本当に運がいいぜ。病気も治り、イオとのタッグスカイパイレーツで NXT に旋風を巻き起こしていたカイリの携帯に、一通のメールが届く。カイリ、明日、スマックダウンがある会場へ来てくれ。モントリオールだ。これ、ひょっとして、私、一軍昇格？というわけで、日本からアメリカに旅立った海賊王女は、アメリカでも成功して一軍への切符を勝ち取ったんだ。唐突にメール一本でそんな大事なことが決まるんだな。スマックダウンは世界中のプロレスファンが毎週楽しみにしているテレビ番組でもあります。それに出れたら知名度が段違いにアップしますよ。キリがいいところで締めるよ。続きは次回ね。カイリは一軍でも大活躍しますよ。むしろ、これからが本番なんです。この動画が面白かったら、チャンネル登録、いいね、ぜひお願いします。また絶対見てくれよな。キワース、今日もおまけコーナー、元気に行ってみよう。相変わらず元気そうね、諏訪子は。元気があれば、何でもできるってね。おう、アントニオ猪木の名言。猪木さんはマイクも超一流なんだってばよ。そういう意味でアメリカンプロレスもできたと思うんだ。馬場さんがアメプロやってたから、そっち行かなかっただけで。諏訪子って猪木ファンだったの？知らなかった。ちなみにここのウプ主は、三沢、小橋、健介、北斗、中村、カイリのファンなんだってさ。現役選手は中村とカイリだけ。こういうのでも、ウプ主の年齢がわかっちゃう。本来は懐かしのアニメヒロイン解説しているチャンネルだから、とっくにもろバレしているんだけどね。だうるさい。雑談はいいから、とっととおまけコーナー始めてくれ。はいはい。と、本日のおまけはなんだ？私の出現について。実は、本編での情報を少し修正したいのよ。出現？なんか間違った情報でもあったのか？そうとも言い切れないんだけどね。カイリ最大のライバルと言っても過言ではありません。シェイナは。って、私、言っちゃったんだけど、シェイナ以上のライバルがいたことに、後で気づいちゃって。カイリのライバルって、シェイナでいいんじゃないか。一軍のシャーロットやアレクサはライバルとはちょっと違う感じがするし。アメリカではね。どういう意味？見てもらえばわかる。
しているな。イオ大会入りはスターダムの黄金カードだったから、WWE では実現していないので、日本のファンしか見てないんだよね。WWE でもやればいいのに。二人ともキャリアを積んで成長しているし、今やったら絶対面白いと思うけど。ダメージコントロールの仲間だからね。戦う理由がないっていうのと、やっぱり日本とアメリカではプロレススタイルが異なるから。ジャパニーズスタイルの方が激しくて怪我しやすい感じだよな。頭から落とす技も平気で使うレスラーいるし。WWE は基本的に頭から落とす技は禁止。試合なんかろくにしなくても、マイクだけで盛り上げちゃうタイプのレスラーが超高年俸だったりする。どっちがいいかは好みの問題だよな。他にもメキシカンスタイルやランカシャースタイルなど、国や地方によって色々なプロレスがある。奥が深いな、プロレスって。迷わず行けよ。行けばわかるさ。これも猪木さんの名言。アメリカに行って、帰りは世界的なスーパースターになった。それはとても素晴らしいことで、行ったから分かったことが本当にたくさんあったと思うよ。そうだよな。失敗を恐れずに挑戦した。本物の世界を旅する海賊王女になったんだ。すごいよ。さっきのは帰りが負けたやつだったので、帰りが勝った試合で動画を締めるよ。でも、やっぱり、イオス会大会理戦、アメリカの大会場で私は見てみたいな。帰りはシングルのベルトも似合う。帰りのこれからの活躍に期待して、また会いましょう。